ということで森の方にやってきました。おっしゃー、最後見つけた。これは桑の葉。それでは天ぷらパーティーを始めます。遅くなりましたが明けましておめでとうございます。去年出会ってくれた皆さん、僕を知ってくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんのおかげでここまで頑張ることができました。これからもよろしくお願いいたします。去年は生き物を取って食べるという自然の生活、野生の生活をお送りさせていただいてたんですけど、今年は拠点作りだったりツリーハウス作り、衣食住のネイチャーライフを発信できるようにやっていきますんで、今後ともよろしくお願いします。そして今年こそは100万人を達成したいと思いますので、ぜひ皆さんのご協力もよろしくお願いします。今年1年よろしくお願いいたします。ということで今日はですね、豪華食材をご用意いたしました。じゃじゃん。まず手前にあるものから、これはですね、五色エビでございます。そしてこちら、コウイカ。沖縄の言葉ではくぶしみって言うんだけど、ここ、体を、自分の身を守るために硬い甲が入ってます。甲が入ってるイカということで、コウイカと呼ばれています。じゃじゃん。皆さん、これがもう沖縄っぽい魚ですね。ゲンナーイラブチャー。本当の名前は南洋ブダイって言います。で、沖縄の方言名、ゲンナーイラブチャーのゲンナーっていうのは、金槌っていう意味です。金槌で、ダンって頭を殴られて、タンコブができてるみたいな見た目になってるので、この子の名前は、ゲンナーイラブチャーと言います。この青い体と、少し頭の先っちょの出っ張った、コブが特徴になってます。で、そしてこれ、じゃじゃじゃん。沖縄の県魚、グルクン、高砂と言います。もう唐揚げ、天ぷらにはもってこいの美味しい食材になってます。で、そして、野草たち、皆さん知ってるハイビスカス、桑の葉。春頃になると、桑の実って言って、ブドウみたいな実が食べれる葉っぱの新芽です。これも天ぷらにするとものすごく美味しい。そしてこれが大谷渡り。沖縄といえばの山菜を代表する植物でございます。めちゃめちゃシャキシャキして美味しいです。そして、じゃじゃじゃーん、フーチバー。ヤギ汁なんかに入ってる匂い消しにも使われる野草なんだけど、みんなが知ってる言葉で言うと、よもぎ。美味しそうでしょう。こちらの食材を使って今日は天ぷらパーティーをしていきたいと思います。ということで、今日この食材たちを集めた捕獲シーンだったり採取シーンがあるので、どうぞご覧ください。ということで森の方にやってきました。森の中で山菜を見つけていきたいと思います。見つけました。一つ目、大谷渡り。まだちっちゃい。どんどんもっとこんぐらいまで大きくなるんだけど、沖縄ではよく食べられてる山菜の一つです。中心が新芽になるんだけど、新芽のこの柔らかい部分を食べることができます。この真ん中の柔らかい部分だけ食べることができます。外側はこれ硬くて食べても美味しくないです。ちなみにこれは森の中の湿度があるところだったり谷間によく育ってるんですけど、この谷間、川とかが流れてる谷間をシダが渡ってるように見えることから大谷渡りっていう名前がついてます。大谷渡りはこのように木の上や岩壁によく育ちます。この子をあと 2,3 枚ぐらい集めていきます。これですよ。これ美味しいの。色が少し鮮やかでしょ、新芽は。イエーイ、ゲットー。おー、ゲットだぜ。おっしゃー、最後見つけた。これは桑の葉。春から夏にかけてブルーベリーみたいな紫の実がなる。その実も美味しいんですけど、葉っぱも実は食べれるんですよ。で、こういう大きくなった古い葉よりも新しく出てきたこの色鮮やかな新芽の方が柔らかく美味しく天ぷらに最適です。なのでこの子もいただきたいと思います。それでは野草をゲットしました。この後夜日が沈んだら海に行きたいと思ってるんですけど、天ぷらといえばイカ天ぷらが大好きなんですよ。で、今の時期11月なんですけど、11月になるとくぶしみ、コウイカが海の中を泳いでるので、その子を狙っていきたいなと思います。それでは夜の海に行きましょう。レッツゴー。
ということでご覧いただけたでしょうか。僕の魚つきどうでしたか？ありがとうございます。今年はですね、魚つきと料理ももっともっと上手くなってみんなが真似したくなるようなものを発信していきたいなと思ってます。なのでもっともっと海に行って魚つきも上手になって巨大魚も仕留めるぐらいに成長できたらなと思います。ということで取ってきた魚たちをさばいて料理していきまーす。早速さばいていきたいと思います。まずはこのくぶしみちゃんコウイカから、まずはこの内側表の方にある甲を取り出していきます。膜を切ります。ほらほら出てきたー。ほほほー。オッケー。皆さん見てください。この甲が入ってるからコウイカと呼ばれています。おー、じゃじゃかじゃかじゃか。ほほほほ。オッケー。内臓を取り終えたら、この身とイカの横についてるこのビラビラエンペラを外します。おー、気持ちいい。このように全部剥がれていく。オッケー。これで皆さんが知ってるイカの形になりました。今日は天ぷらにするからさ、もう一回縦に入れて、オッケー。見てみて、美味しそう。これを天ぷらの材料として使えます。これがコウイカ。さばくの簡単でーす。では続きまして、県魚のタカサゴグルクンちゃんをさばいていきます。一人で食べる分には1匹多いから半身だけ使います。これを3枚におろしていくぞ。で最後頭をタッキル。おー、綺麗にさばけたー。上手になってきたんじゃないですの。これはこの子だけを今回は使いたいと思います。続きまして腹骨を取っていきます。おー、やりづらい。腹骨を取りました。グルクンも中骨入ってるので、この中骨の両サイドを切って中骨を外します。はい、これ中骨取れました。グルクンはこのままいただきまーす。続きまして金槌で叩かれた魚ゲンナーイラブチャー、単コブついてる魚をさばいていきます。こんなちょっとね、見慣れてない人はこんな魚食べるのかって思う方もいるかもしれませんが、見た目によらず淡白な白身ですごく美味しくて、沖縄では大人気の魚になってます。それではさばいていくぞ。オッケー。おほほほ。あ、なんか恥ずかしい。鱗入ってた。見て、ゲンナイラブチャーの鱗こんなに大きいよ。じゃあ中骨外します。これ教えてもらったんだけど、中骨外すときはまず包丁を逆にしてまずこう外していく。おお、本当だ、やりやすい。おお。でこうやってあと外していくらしい。すごいわこれは。オッケー。じゃあ、はい、中骨を外します。オッケー。ゲンナーイラブチャーでございます。綺麗な色じゃない？この子もこのゲンナーイラブチャー大きいので4分の1だけ使います。ぶつ切りかなり多いわ。4分の1だよこれ。オッケー。はい、この子も持っていきます。わ、いい感じじゃない？これに山菜と五色エビを持っていきます。続きましてジャングルで取ってきた野草たちを盛り付けていきます。まずは桑の葉。桑の実って聞いたことある人はいるよね。これはえぐみもないめちゃめちゃ美味しい野草です。続きまして大谷渡りゼンマイ。このくるくるが可愛いわな。ゼンマイを盛り付けます。フーチバー、ヨモギ、天ぷらにするとすごい美味しいんだよこれ。オッケー。そしてハイビスカス。皆さんが知ってるハイビスカス、ハイビスカスティーとか、紅茶とかにもなる美味しい食材でもあるんですけど、飾りにもなるし美味しい食材にもなります。そんなハイビスカス、実は
食べれるハイビスカスと食べれないハイビスカスがあって、基本赤色のハイビスカスしか食べれないです。そして赤色のハイビスカスの中でも2種類あって、周りがこうジグザグしてるものと丸みを帯びた2種類のハイビスカスがあるんだけど、丸みを帯びたハイビスカスは観賞用で育てられたので少しした毒があります。なので食べることはできるんですけども、一応毒があるので食べない方がいいということをお伝えしておきます。もしハイビスカスを食べたい時、ティーにしたい時、天ぷらにしたい時、食べてみたい時はギザギザのある赤いハイビスカスを選ぶようにしましょう。で、ここにハイビスカスを置いて、最後皆さんお忘れでないでしょうか、五色エビちゃん。この五色エビちゃんをですね、真ん中に盛り付けて完成しました。明けましておめでとう、生地の天ぷら盛りの準備ができました。それではこの子たちを天ぷら粉につけて調理していきます。それでは天ぷらパーティーを始めます。まずは火が熱いうちにイカ天ぷら、くぶしみコウイカの天ぷらを作ります。じゃあもうこれ熱くなってるから入れるよ。レッツゴー。おおちなみにこれは友達に貸してもらったんだけどさ、この天ぷらの機械初めて使うよね。わーお、すっげえうまそう。いいねいいね、いい感じになってきたよ。あ、イカできたぞ。おお、くぶしみ天ぷらしたたかうまそうやっさ。よっしゃー、次は沖縄県魚でありますグルクンちゃんを投入します。グルクンちゃんを投入。おお、はい、2匹目。おお、出来上がってきてるものをどんどん乗っけていくよ。はい、できたぞ。うまそう。これがグルくん。ゲンナーはぶつ切りにしたんだけど、グルくんは少し大きめに切りました。はい、タンコブのゲンちゃんいくよ。食べやすい一口サイズにカットしました。おお、やっぱりこの入れた時のジュワって音がいいね。はい、じゃあ超贅沢五色エビ天ぷらでございます。これを食える人はなかなかいないぞ。普通にみんなが食べてるエビフライって何エビフライなのかな、何エビなのかな。じゃあね、イカ、グルクン、イラブチャー、エビをやってるんで、続きまして野草たちを天ぷらで揚げていきます。はい、ではこれから野草たちをどんどん急ピッチで揚げていきます。はい、では最後、毒のない食べれるハイビスカスを粉につけて、はい、ドボーン。赤色だから綺麗だね。おお、油の中で花が咲いた。めっちゃ綺麗。いくよ、はい、どーん、花よ咲けー。で、あんな赤かったハイビスカス揚げると少し紫っぽくなる。綺麗だね。ということで完成しました。ご覧ください。じゃじゃん。ジャングルと海で取ってきた食材たちで作った生地の天ぷら御膳でございます。こっちにね、作った塩と天つゆ、こちらでいただきたいと思ってます。すごい量が多すぎて何から食べればいいかわからない。これちなみに去年仕留めたイノシシのネックレスでございます。気になってた方いると思いますが、加工するのがもったいないくらいワイルド。友達にはダサいと言われましたが、かっこいいと思ってます。ではですね、何から食べようかな。先に取りましたゲンナーイラブチャーからいただきます。塩でだな。いただく。あ、エビだった美味しいあれ、イラブチャーどこ。あ、イラブチャーこれやつさ。ゲンナーイラブチャー塩でつけて、これは絶対イラブチャーや。うわ、ホックホク、うまい。天ぷらにマッチする魚やな。この見た目からは想像できない美味しい食材です。みんなも食べてみてね。沖縄に来たらね。次はこれやな。県魚グルクン。グルクンは味変えてつゆにつけていただきます。うん、皮目にもしっかり火が通ってて美味しいやつさ。ゲンナーイラブチャーとは全く違う味がして美味しい。ゲンナーイラブチャーの方がホクホクして柔らかいかも。身が、グルクンは少し身が締まってるけど、その中にも柔らかさがあってめちゃめちゃ美味しいです。はい、じゃあ次はエビ。エビも塩、なんか塩の方が好きかもな。うわ、五色エビうまいやつさ。天つゆで食べるよりも塩の方が合うかも。
それは好き嫌いか。僕は塩で食べる天ぷらが好きかな。続きまして、みんな知ってるかな、桑の葉。めっちゃ綺麗じゃん、塩で。この音がいい。絶対野草を取るときは新芽から取った方がいい。古い芽を取ると硬くて揚げても美味しくないことが多いので、新芽が一番新鮮で美味しい。森の中で取ったとは思えないぐらいうまいぞ。大谷渡り、なんていうのかな、アスパラガスみたいな感じでシャキシャキしてるの。歯ごたえがいい。美味しい。じゃあね、続きましてフーチバーでございます。ついにつけよう。苦味があるから。あれ、苦味が少ないな。苦味は少ないけど美味しい。この香りが特徴的。口の中でふわーんと広がるフーチバーの香り。生で食べるとえぐみが強いんだけど、こういう風に天ぷらにすると少しえぐみが抑えられて美味しい食材へと変わります。完璧にうまいぞ。最後になりました、ハイビスカスをいただきます。どっちにつけようかな。つゆいただきます。無味。ハイビスカスは味がしません。興味はあるじゃん。ハイビスカス食べれるのかな。興味はあります。揚げた時綺麗でした。食べると全く味も香りもしない、ただの食材へとなってしまいました。食べれはするんですけど、思ってる以上に香りがしないのでちょっとギャップがあります。あれって。でも試してみたい人はぜひ試してみてください。でもこういった食材に花が出るので、そういった面ではいいのと、あと毒がないものをしっかり選べばハイビスカスも食べれるよっていう知識でした。待って、くぶしみ食べてなかった。イカいただきます。わー、有名どころというとアオリイカとかこのコウイカだと思うんだけど、アオリイカよりもこのコウイカの方が身に弾力があって歯ごたえがあって、少し生で食べるとねちゃーってするんだけど、それが天ぷらにするとね悪みもない。ほら、美味しい天ぷらに変わります。一番決めれないぐらい全部美味しかった。一つ言うと、このハイビスカスが味しなかったってことぐらいかな。それ以外はしっかりとそれぞれの個性があって美味しい食材へと変わってました。天ぷらという新しい料理方法を学びました。はい、ということでまだ余ってるんですけど、お腹いっぱいなので今日の夜この子たちをいただきたいと思っています。で、今日もですね、この人自分たちで取ってきた魚と野草たちを使って調理をさせていただきました。めっちゃ美味しそうだったんじゃない？みんなもぜひ真似したいものがあれば真似して天ぷらを作ってみてください。そして今年もよろしくお願いいたします。今年は世界でも活動をしていけたらいいな。記事の海外編が見れると思います。ぜひともこれからも応援よろしくお願いいたします。それではまたよろしくね。バイバイ。